どうもビースパイスインクです。今回は味噌のキーマカレーです。唐辛子や黒胡椒の辛みの効いたスパイスに味噌の風味とコク、さらに和だしや醤油を豚ひき肉に合わせて和風のキーマカレーに仕上げました。味噌や和だしの風味は日本人がよく食べ慣れた味なので、体に美味しさが染み渡るカレーかと思います。では早速、まずは下ごしらえからです。玉ねぎはみじん切りにして、大葉を細かく千切りにしておきます。大葉の爽やかな風味もアクセントに加えます。個人的には真ん中の筋が残るのが嫌なので、大葉は横にして切る派です。今回は3枚使ってますが、お好きでしたらもっと入れちゃってください。次に和だしの準備をします。お水に昆布をつけておいて20分ほど浸水させます。昆布などがなかったり、だしを作るのが面倒でしたら、市販の簡易の顆粒だしでも大丈夫です。20分浸水させたら弱火にかけてじっくり旨味を引き出していきます。沸騰直前になったら昆布を取り出して、もう少し沸騰するまで温度を上げます。沸騰したら火を切った後に鰹節を加えて、しばらくこのまま放置して鰹の旨味が出るのを待ちます。鰹節が下に沈んだらざるでこして置いておきます。これで下準備が完了したのでカレー作りを始めます。まずはホールスパイスを油で加熱して香りを引き出します。今回使うホールスパイスはマスタードシードとクローブです。両方とも熱に強いスパイスなので、最初から油の中に入れてじっくり加熱していきます。マスタードシードはよく弾けて部屋中に飛び散りますが、油の中に沈めてあげるとフライパンから飛び散ることが減るのでおすすめです。マスタードシードがパチパチと弾けてきたら、みじん切りにしておいた玉ねぎを加えます。油が跳ねて熱いのでやけどには注意しながらやってください。玉ねぎを加えたら全体に油を回すようにして混ぜます。混ざったらフライパン全体に広げて、しばらく触らずに焼き目をつけるようにして加熱します。玉ねぎが全体的に茶色くなったら、すりおろしのニンニクと生姜を加えます。青臭い香りが飛ぶまで炒めます。そしたら次にトマト缶を加えます。この時もトマトの水分で油がはじけやすいので注意してください。トマトの水分がなくなって油がにじんできたら、しっかり旨味が凝縮されていい感じです。そしたら一度火を切っておいて、フライパンの温度を下げておきます。ここでパウダースパイスを加えます。今回使うパウダースパイスはコリアンダー、カイエンペッパー、クミン、ブラックペッパー、カルダモンです。ターメリックが入っていないので、いつもより茶色っぽいカレーに仕上がります。パウダースパイスを加えたら弱火をつけて粉気がなくなるまで炒めていきます。しっかりと炒めてスパイスの香りが立ってきたら、味噌と醤油を加えます。ダマが残らないようにしっかりと混ぜていきます。味噌と醤油はかなり焦げやすいので、できるだけ目を離さずにしっかりと混ぜていきます。全体が均一になったら豚ひき肉を加えます。混ぜながらひき肉全体が白っぽくなるまで炒めます。
試してないですが、牛との合いびき肉でも美味しくできそうですね。お肉がいい感じに炒まったら作っておいた和だしを加えます。混ぜながら沸騰するまで強火にしておきます。沸騰したら弱火にして10分ほど煮込みます。煮込み終わったらここで一度味見をします。もし物足りなければ少しずつ醤油を足しながら調整します。今回はこれで美味しくできました。あとはご飯に盛り付けていくだけです。玉ねぎが少ないのでさらっとした感じに仕上がっています。最後に大葉とカスリメティとブラックペッパーをかけたら完成です。カスリメティは市販のスーパーで見かけることはないので、なくても大丈夫です。いただきます。和だしと味噌と豚肉の旨味がしっかりとカレーに入っていて、体に染み渡る美味しさでした。胡椒のアクセントや途中で大葉を混ぜて爽やかな風味も楽しみながらいただきます。今回味噌は合わせ味噌を使いましたが、また別の味噌を使っても違った仕上がりになるはずなので、いろいろ試してみたくなりました。スパイスの配合の選択肢も広いので、本当にカレーって可能性が無限大ですね。美味しいのでよかったら作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。Baby bird, right straight off the nest like